こんにちは、りえぽです。すっかり動画ご無沙汰してましたね。3月はなんか年度末で忙しくって、そっから4月ちょっとぶっ倒れたりなんだったりして、動画更新が遅れてました。というわけで今いるのは鹿児島中央駅前ですね。なんかあんまりね、夜出ることって私ないんだけど、今日は知人たちと久しぶりに食べに出ることにしました。こちらです。屋台村。めっちゃ鹿児島中央駅の目の前にあるんですよね。駅前の地下道からも直結しているので、地下の方からも行くことができる。天気を気にしなくていいグルメスポットですね。この建物の隣にはローソンだったかなあって、鹿児島グッズなんかも売ってます。かわいい市電のハンカチとかね、黒豚のハンカチとかあった。これはなんか最近気に入っている鉄拳うめえ炭火焼き鳥というわけで、夜食も買ったところで屋台村に向かいたいと思います。こっから入ればいいのか。行ったことあるんだけど、なかなかね食べに行く、ここその連絡通路とつながってるんで通ることも多いんだけど、お店ね昼間入ることが少なかったんですよね。なんか一人で入るのってやっぱ勇気いるじゃないですか。とか言って、旅先では散々一人で行ってる私なんですが、やっぱりねなんかこう地元で一人で食べに行くっていうのは感じが違いますよね。わかります？なんか旅先だとこう一人で気にせず入れるんだけど、地元だと一人飯に躊躇しちゃうっていうこの感じ、わかりますかね？屋台村らしい。この日はね結構週末なので賑やかな感じでした。まだ行ったことないこの見聞酒場ってところに今日は行ってみたいと思います。奄美料理のお店なんですよね。屋台村がオープンした時からあるんだけど、最近メニューが変わってさらに美味しくなってるって聞いたんですよね。楽しみ。先に知り合いたちが来ているので、乾杯。私はノンアルサワーです。なんかトロピカルなこう甘みっぽいドリンクもあったんだけど、無難に柑橘のサワーにしてみました。お酒はこんな感じ。屋台村焼酎290円。めちゃめちゃはしごしやすい価格ですよね。で、こちらがゴーヤの肉味噌炒めに島豚のせいろ蒸し、油そうめんとかいろいろありますね。ゴーヤってもうこの時期もあるんだ。夏の野菜って感じがするんだけど、この青さ風味の鶏唐揚げも美味しそうだな。迷う全部食べたい。どれにしよう。鶏飯もやっぱ食べたいですよね。屋台村のポイントカードとかもありました。この時はちょうどイベントやってたんで、イベント用のポイントカードかな。旬の薩摩おばんざい、単品3種盛りなんてのもありました。3種類選べるのか。いいですね。なんだこの焼酎。屋台村に来ている人たちは年代も様々。とりあえずこの3種盛りも食べてみたいな。軟骨に、さつま揚げにきびなごとか島らっきょうもあるんだ。どれにしよう。迷うな。あっちは焼き鳥か。一人で来るとそんなにたくさん食べられないんだけど、みんなで来るといろいろシェアできるのがいいですね。普段私一人で行くことが多いんで、シェアできる貴重な機会です。なんかカウンターの隣の席には女子らしいドリンク飲んでる人もいましたね。いいな、女の子らしい。ゴーヤの肉味噌炒めがやってきました。めっちゃ美味しそうなんだけど、みんなねなんか
話に夢中になってて、なかなかゴーヤに手つけなかったんで、私が真っ先に食べちゃいました。食べながら撮影してたら、なんと視聴者さんに遭遇しました。カウンターで。そしてこういう時に限って化粧が薄い。もうなんか塗ったくってくればよかったですね。もうかえって登録者が1減ってたらこのせいじゃないかなと思っちゃいますよね。はい。ラベルに猫と猫の肉球がデザインされている焼酎もあった。屋台村では定期的にイベントもやってて、この時はちょうど春の、スプリングフェスタだったかな。ガチャで豪華景品とかが当たるやつとか、あとスタンプラリーもやってた。なんて話してるうちにお待ちかねのところてん。黄入れのところてんって美味しいんですよね。それを冷やし中華風にアレンジしたやつ。このお店は料理長さんがね、季節の旬の食材の一品料理をいろいろ出してくれるみたい。春野菜炒めの鶏せせりとか美味しそうですよね。お値段もいい感じ。ところてんって意外とみんなこだわりがあると思うんだけど、私スーパーで買うとき、この黄入れのねところてんの平切りタイプを買うんですよね。なんかそんなにいろいろ知ってるわけじゃないんだけど、歯ごたえがあって美味しい感じ。この黄入れのところてんってこうなんか食感が好きなんですよね。しっかりしてて。お次は青さ風味の鶏塩唐揚げ。さっぱりジューシー、さっぱりジューシーでいくらでも食べられます。唐揚げってなんかどこに行っても頼みたくなっちゃいますよね。サクサクジューシーで磯の風味もして最高に美味しい塩唐揚げでした。いやー、こりゃ酒が進みそうです。このニャンセンという焼酎は、このラベルのデザインもニャンニャン尽くしなんだけど、味もね、なんか味がある感じでうまかったらしい。この屋台村では時々定期的にイベントもやってるみたいなんですよね。なんかね、一回 E.T. キングっていうのも来たのを見たことあるし、あと、クラシックのライブとか大道芸のパフォーマンスみたいなのもあったみたい。この時はちょうど春のスプリングフェスタとガチャやって景品が当たるやつとかやってたな。私ね、お酒飲んでる人たちが楽しそうに喋ってるのを見るのはめちゃめちゃ好きなんですよね。だけどお酒飲んでる人からしたら、飲んでない人が隣に座ってるのって微妙みたい。というわけで、アルコール一滴も飲んでないババアのテンションが上がってきたところで、鶏せせりの春野菜炒めの登場。私ね、せせりってめちゃめちゃ好きなんですよね。苦手な人もいるかもしれないけど、このコリコリした食感がいいんですよね。それを春野菜と合わせるなんて最高じゃないですか。もう見た目からして美味しそう。いやー、全部美味しすぎるなー。というわけで調子に乗ってこれも頼んでみました。おばんざい3種盛り合わせ、島らっきょうとさつま揚げで、これは軟骨煮だったかなを注文。これ3つで1000円。
よく鹿児島に旅行に来てさつま揚げ食べた人が今まで食べてきたさつま揚げと違うっていうのを聞くんだけど、私あんまよそでさつま揚げ食べたことないから、どんな風に違うのかっていうのが全然わからないんですよね。どっちかっていうと鹿児島のさつま揚げは甘めなのかなって思うんだけど、どうなんでしょう、県外の方。島らっきょうはピリッとちょっと辛みがあるんだけど、それがまた美味しい。隣では DIY の話で盛り上がりまくってました。私全く DIY ってちんぷんかんぷんっていうか、むしろ破壊してしまう方なので、話には入らず、ひたすらもぐもぐと食べておりました。お酒飲む人ってあんまり食べないから、一緒に行くとなんか多めに食べられたりしますよね。ちょっと得した気分。というわけで2軒目に向かいます。2軒目はこれ屋台村ってね、今いたのが南薩離島エリアだったんだけど、あと北薩エリア、大隅エリアっていうのに分かれてる。で、今ここ来ているのは北薩エリア。このエリアもね、美味しいものが多いんですよね。黒豚しゃぶしゃぶのお店だったり、焼き豚のお店だったり、桜島の灰干し料理っていうちょっと変わったやつとか。ここは以前のマークンチっていう鶏刺しとプレス焼きのお店。奥の方にあるからちょっとした団体さんも入りやすいみたい。ここで何を飲もうかな。焼酎はこんな感じ。ハゲ頭とか浜小町の女王ってちょっと椎名林檎っぽくって気になりますよね。メニューはこんな感じ。それでは2度目の乾杯で頼んじゃいました。ノンアルだけど。最近なんか料理を食べる時のこの泡泡のやつにちょっとハマってしまっているかもしれません。意外と美味しいような気がする。雰囲気のせいかな。鶏刺しもいいけど、なんかまたここで唐揚げ食べたくなっちゃうな。1軒目で結構食べちゃったので、ここは軽めにと思ったんだけど、なんかメニュー見てたら我慢できなくなっちゃった。鶏わさと、あとこの一押しの徳之島産有機じゃがいもポテトフライっていうのを頼んでみよう。鶏刺しは食べたことあるけど、鶏わさって食べたことないな。鶏わさって初めてなんだよね。なんか甘みのある鶏刺しとこうピリッとしたアクセントのわさびがいい感じ。それにしてもみんなリラックスして周りも話に花が咲いてるな。なんかマチコンのポスターとかもある。そういえば昔あちこちの自治体とかでマチコンが流行ってた時にマチコンのスタッフってやってたことあるな。懐かしい。てな改装をしているうちにとんぺい焼きの登場。おお、うまそう。中はキャベツたっぷりなので見た目よりもあっさり食べられる。このじゃがいも徳之島産の有機じゃがいもって書いてあったんだけど、徳之島のじゃがいもって食べるの初めてなんだよね。どんな感じなんだろうと思ったら、めちゃめちゃ甘みがあってねっとりしてすんごい美味しかった。何このフライドポテト。なんか普段パソコンの画面とかスマホの画面から情報が得ることが多いんだけど、たまにはこうやって外に出てみると、画面越しじゃなくて実際肌で触れる情報の方がずっと濃いんだなっていうのを感じますね。引きこもりババアにはちょっと刺激が強すぎるんだけど、たまには外の空気も悪くないなと思った夜なのでした。最後まで動画見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねいただけたら励みになります。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。